こんにちは。ディープから来た相本和樹です。多分この会場にいるほとんどの方が自分のこと分かんないと思うんですけど、3月しっかりぶっ飛ばしてみんなの記憶に刻むんでお願いします。まずはトンネルから生まれたモンスター相本和樹の登場です。もう自分のやってきたこと全て押し付けるだけなんで。そうです、全部独学で家出ちゃえばもう自分みたいなもんなんで、ジャパン全部自分っす。もう1秒たりとも見逃さず獲物を狩るじゃないですけど、彼のやっぱ凄さって誰が見ても分かりやすいアグレッシブな試合、誰が見てもみんながファンになっちゃう。本当に周りから聞くのよ、すげえあいつだって、あいつはもうやばいっていうのはもういろんな人から聞いてたから、実際には自信満々なところがあるから本当に大爆発する可能性もあるし、俺本当にヒフティ先に当てて倒しそうな気がするし、カウンターもらいそうな気もするし、ただ五分五分ってすごいと思う。コレスニック相手にヒューティーと言えるって、コレスニックに相本だったら行くんじゃないかって思われるじゃん。おはようございます。おはようございます。でも全然大丈夫です。よろしくお願いします。めちゃ朝早いですね。朝早いですね。今大体いつも5時ぐらいなんですけど、今冬なんで5時半から散歩って感じで、自分はいつもこの4匹担当で全部で9匹います散歩はいつも1時間ぐらいなんですけど、こいつらの気が済むまでって感じなんで、なんでこんなにいっぱい買おうってなったの？いやーなんか飽き取った感じのが多くて、なんかこうペットショップとかに出てて売れ残っちゃうってなんか殺処分っていうかなんかどっか行っちゃうんですよ。それ知っちゃってからかわいそうになっちゃってうちが買ったりとか。普段どんな生活なんですか？なるべく早く寝るようにはしてるんですけど、だいたい出稽古とか行って帰ってきたら寝るの1時2時なんで、睡眠時間そこからだいたいまあ3時間4時間。もともとずっと佐賀で仕事してた時は、ずっとそんな感じだったんで、高校の時からなんか夜遊び回ってたんで、その時にショートスリーパーっていう全然寝なくても平気になったっす。体にもつけてるのこれ。これは一応10キロの重りで、10キロの重り。普通に走ったら足んないんで、少しでもこう負荷を。じゃあ行ってきます。毎回こう己と戦って、で毎回なんかどんなに疲れてても結局タイムで結果出るじゃないですか。ランニングだったりそれとかで自分でこう自分を追い込んでやってる感じですね。練習してこだわりがあって、疲れた時も絶対止まらないっていう、疲れた時こそ体を動かすっていう、絶対試合できるんでこれは。基本やっぱフィジカルもう全練習追い込みみたいな感じなんで、体力的にはでも無双できるっす。
そして叩きつける右の福田フェイントから左ストレート右だ右来たで稽古行った週に1回2回は行くようにしてます。柏とかですね、台湾波動場とかもう大体車で自分で結局往復で3時間かかっちゃうんで、だから練習で3時間やっちゃった方がいいんで、環境がこれだから強くならないとか言われてると思うんですけど、その中でこう練習だったりとかいろいろ考えてやってきてるんで、こうできないって言われてることを挑戦したい感じなんで。僕は最初にみんなで集まって始めたトンネルです。難しいですね。全然来てなかったんで。もともと格闘技やってたわけじゃないんですか？格闘技やってなくて、だからそんなガリじゃないですけどボクシング部があって、みんなでなんかこうスパーリングしに行ったりとか、自分どんぐらいできんのかみたいな感じで、自分らもガンガン側で固めてもらいながらただ言ってたんだけど、ブレイクなみたいな感じだったんで、みんなありがとうって感じで、帰りにみんなバカ楽しくねってなって。どういうこと？でキックボクシングやってるやつだったりとかいたんで、そいつら呼んでこのトンネルでやりだした感じだったんで。運動能力は高かったんですか？人よりは高かったかもしれないです。高校の時ダンクはできてたんで。なんかふとプレス飛べんな今と思ってやったら飛べたっす。プレス飛べんな今と思ってで、みんなこう社会人だってもう一切それやんなくなって、でそのタイミングでよく柏原が仁が東京から帰ってきて、この水戸でジムをやるから人探してんだって連絡が来て、もしよかったらみんなでやろうってなって。これ仰向けになったらまずい、仰向けにならない。また10人またやってくる。ちょっと前まで2年前ぐらいかな、それこそ相本和樹とずっと2人で練習してたのもここですね。仁に寝技でボッコボコでみんなされて、でこんな強いやついいんだってなって、それでそこから総合格闘技っていうのを知って、自分はのめり込まれた感じだったんで。最初こんなに本気でやるとは思ってなかったんで、いいんじゃないぐらいで思ってたんですけど、それでコツコツ本当にストイックに練習してるのを陰でも見てたんで、あれこれ本気なのかな。相本バックステップで相手の距離、サウスポーにスイッチ、左キック右だー、ジャンプ取ったさあ鉄槌だ、カウントアウト。デビューからこれで5戦全勝。憧れだけで、こう走ってしまうと、生活っていうそういう基盤、そういうのを覚えられなくなってしまうんで、ただ去年やっぱり最後の試合勝ってライジに出れるということで、それだったらもう一本に絞って格闘技やりなさいということで、ジムとか行かないで、もうこのくらい強くなってくれたんで、すげえやつだなって親でも思ってますね。これは筑波山を登ります。これもトレーニングで。これが自分のいつもフィット持ってくれてる鴨志田優馬で。優馬はもともとキックボクシングちょっとやってて、こっちはもう未経験で。じゃあ
マジっすか。気合いっす。これは止まんないで登るっていうのがフィジカルとメンタルトレーニングです。週に2回とかですかね。多い時はここ登って僕が違う山登ったり。いつもラスト頑張れないやつは何も頑張れないって言うんですよ。追いつけて、しかも飯も減量末期になって食わないのに末期の方が運動量上がってるような気がする。早いしどんどん。うわぁ、うわぁ、自然の中で鍛えてるっていうのは何か意味があるんですか？やっぱなんか自然いいじゃないですか。だからもう家出ちゃえばもうジムみたいなもんなんで、ジャパン全部ジムっす。下山はみんな遅いと思うんでロープウェイで降りてもらって、自分は下山20分で降りれちゃうんで、下山もトレーニングですもちろん。コーチとか指導者とか練習メニューを考えている人もいないんですか？そうです、全部独学で。海外の人とかのなんかよく TikTok とか YouTube 流れてくるんで、もう次の日とかに練習して自分でやってみて、でいいなってやったら取り入れてる感じですね。あとはやっぱり出稽古行った時に誰よりも集中してこう人の技盗んだりだったりとかしてる感じですね。 X とかで言われてるんですけど、本物か偽物かみたいな。ライジン君だったらやっぱ何ていうんですか、こう自分が勝てないって言われてるような相手と組んでくれってことを言ったんで、はい。ビクター・コレスニック。ボディから吹く。まあでもこれスリックзащищать цвета Райзена и стоять на его страже против грозного дебютанта, который идет на серии с 0. Но мы сделаем так. コレスニック選手の試合も自分全然見てないんで、なんかシェードレイ選手に倒されちゃったの切り抜きみたいなのしか聞くことできない。結構こう自分試合の時も戦略一切練らないんで、分析しちゃうとやっぱ試合になると全く違かったりすると動きとかも変わってきちゃうと思うんで、オーソで構えてサウスポーで構えて、で行きやすい方向で行くって感じなんで。オーソドックスなサウスポーも決めないぐらいに。あ、決めないです。あれもういつも決めずに、もう自分のやってきたこと全て押し付けるだけなんで。さらにはハーキックも出していきます。今から1ヶ月2ヶ月で技術やったってそんな伸びないと思うんで、一番自分の武器なフィジカルとメンタルと瞬発力のこの一撃で。よくいるじゃないですか、こうなんていうんですか、こう練習してきたこと出せなかった選手とか、やっぱそれいう選手は多分練習足んないんじゃないかなって感じだって自分は思ってるんで。自分は質より量なんで、そもそもみんなこうなんか量もやらずに質ばっかやってる感じなんで、それ言ってる時点でもう論外なんで。それがあっての試合はああいうこうパフォーマンスじゃないですけど、自信満々でいけるんで、お祭りみたいな感じで。こっからあとは犬の散歩して、あとはバスケ行ったりなんで、はい、曜日によっては。そう
そうですね、全然。やっぱいつも通りゴング鳴れば自分は相本和樹もう1秒たりとも見逃さず、やっぱ獲物を狩るじゃないですけど、もう行けるとこ行くだけなんで、みんなが見ててこう熱くなるような試合、自分絶対下がんないんで、例えば聞かされたりとか何かあってもガンガン前出てくるんで、しっかりここ自分も判定なんかじゃなくていつも通りフィニッシュして本物っていうところを見せたいですね。そしてまた上下さあ鉄槌だ右だ左だこれ鹿っす。この前は川行ってましたね。鳥打ちやって放流したあゆとか食べちゃうんで一回川駆除してきました。4は落としたんですけど、でも2は回収できんかって、遺体の回収もしなきゃダメなんですけど、川とかに落ちたら流れ速いとことかやったら思いっきり水の中飛び込んで流れる前にザーンみたいな場所みたいな。もうすぐ服脱ぎみたいな、ババババババみたいなんで、こんな寒いのやってますね。でもとよっしゃみたいな、向き合うんですよ獲物と。なんかその感覚を覚えてるじゃないですけど、まだなんか人生のターニングポイントってこう、そういう時にやっぱそういう集中力でそのターニングポイントと向き合いたいというかね。大臣 MMA ルール5分3ラウンドバンタム級61キロ契約カルシャガ・ダウトベック VS 福田龍也。ダウトベックとするとやっぱり自分のフィジカルの身長とかリーチとかっていうことで考えるとバンタムに行った方がいいだろうというのはその前のあたりからずっと考えてたことで、肉体改造して、ベルトを目指すと。バンタム級のタイトルチャレンジャーとしてね、第一候補に名前をこうジャンプアップさせた福田選手とどこまでダウトベックがやり合えるのか。佐伯さんから「できますか?」って来た時「やります」すぐに返事しました。強いと思うし、ほんまにすごいヒリヒリすると思います。ボクシングとフィジカルかな、なんやかんや打たれ強そうやから、分厚いんやるけど体はフレーム的にはなんかバンタムで全然いけそうやなみたいな思った感覚あるんで、やれたらいいなと思ったら今現実で叶ってます。楽しみまあバンタム級に限らず一番前でもトップクラスだと思いますけど、初賽無駄がなくなってきたというか、当てるタイミングとか当てる箇所とかがすごいんちゃいますか。狩りしてるじゃないですか、もうあれがもうだいぶ生きてるとは、会うたびに言ってますね。今日も取ってきましたと。この動物見る感覚なんでしょうけどね、研ぎ澄まされてるっていう。一番待ってた俺がこの瞬間を、この大観衆の前でスリルとか闘争心かきたてられるその感じとか、とんでもない集中力で向き合うんですよ獲物と。お互いか。これですよね。膝をついた。膝をついた。ネジ外してバッみたいな、あのリングの中だけはもうほんまに動物に帰れるという。埼玉スーパーアリーナが沸いています。こちらもローダー。ピンクと
クリティカルな集中力をなんかパチンってはまる時があるんですよ、寮やっててもそれが。ノーガードに行く。安藤もこうしていく。右。入った。聞いた。一瞬だ。完全に飛んでるんですよ、集中しすぎてゾーン入ってっから。ああいうのをこう狙います。危なって思うやり取りをどんどんね、でもほんまにその時が来たらどっちも終わるような試合になると思う。瞬き忘れちゃうような殺傷能力のぶつけ合い、なんかそういうのをやりたいなと思います。ライジン開幕。新たなる10年、新たなる希望と絶望。ライジン52。北米より世界最高峰のサブミッションを携えてパッチーミックス襲来。 Bellator, PFL, and the UFC, I really wanted to come back here. I will put this guy unconscious. 迎撃せよ、ライジンが生んだ超強心性。この試合の日が自分10代最後の日になるんですけど、モチベーションも上がってるしできると思いますけどね。秋元京馬 VS パッチーミックス。絶命に導く死神に野生児が一撃をぶち込むか。コレスニック VS 相本。マンダレーシューバ直伝サンドストームに挑むは階級レスラー2世。25年越しの敵討ちへ。見る人がいろいろ妄想を膨らまして楽しんでもらえればな。グスタボ VS 桜庭大成。不死鳥ライオン丸とのサバイバルマッチ。生き残るのはミクロクイーンか不屈のセイレンか。女子格新時代大島 VS ケイト。48歳、お前の戦いを目に焼き付ける。できればあと2試合やりたいです。 OB みたいな試合をするつもりはないので、中学年生みたいな試合をします。24歳柏村が憧れの所秀夫をリングで解釈する。バンタム級でも殴り倒すか。キングオブカザフスタン。リブの大蛇スリルを求め外来種を刈り取る。日本を代表して世界と戦いたい。ダウトベック VS 福田。3月7日有明アリーナ。